こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっとゆるっと雑談なんですけども、最近ね、気になっているガジェット、今年発売されているガジェットで、買いたいなみたいなやつを紹介していこうと思います。今年も気づけばもう5月、ゴールデンウィーク明けてまして、もう少しでね、上半期が終わってしまう、半分が終わってしまうぐらいのタイミングなんですよね。結構ね、春のガジェットも出揃ってきたなみたいなタイミングなので、この動画っていうわけです。皆さんもぜひね、今気になっているガジェットとかあったらコメント欄で教えてほしいです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで、これ気になるなっていうガジェット1つ目がですね、マイクロソフトの12インチの Surface Pro。これは正直、なんか欲しいみたいなすごいね物欲が湧き上がってきましたね。ちょっとねこのウェブサイトを見せながら話すんですけども、こんな感じのやつです。まだ日本では詳細は発表されてないんですが、すでにね海外では発表されていて、価格も11万12万円ぐらいで、かつ重さが690何グラムとか600グラム台。それでいてねアーム版ではあるんですが、フルサイズの Windows を搭載するっていうところで、これ久しぶりにタブレット型で結構気軽に持ち運べて、なのにいろんな作業ができるのが来たなみたいな、そういう印象がちょっとあります。見た目も結構ねスタイリッシュで、どことなく iPad 感のあるこのキーボード、これ iPad っぽいなみたいなキーボードなんですけど、それとね合わせてこっち側は今までの Surface を若干小さくしたかのような、このスタイルがすごい使いやすそうですね。こんな感じ。基本的に多分こういうね PC スタイルで使うと思うんですが、これをね外すとこうタブレットっぽくもね一応使えて、で結構いいなと思うのが、後ろにこれ直接本体にねペンを収納するホルダーみたいのついてるっぽいんですよね。13インチだとペンはねこのキーボード側にこう収納するっていうスタイルだったんですが、こっちの12インチの方だとキーボードをできるだけ薄く軽くするためなのか、キーボードにはねペンホルダー備わってなくて、本体側にペンホルダーが備わってるみたいな感じです。一応ね仕様を見るとこんな感じですね。12インチタッチスクリーンで、13インチの方は有機 EL が選べるんですが、12インチはね液晶ディスプレイ、そしてプロセッサーもスナップドラゴンの X プラス8コアを搭載していて、結構このなんかねアーム版僕いろいろこうマイクロソフトのね仕事とかでも使わせてもらってたんですけど、かなりいいです。普通になんかやっと M系のチップを搭載した、MacBook ぐらいのこの処理能力と省電力性を兼ね備えてて、普段使いすごいしやすいなみたいな、カフェとかに持ち運んでも結構ね使いやすいし、しかも 4K 動画を編集したりとか重めの作業もね結構こなしてくれるなみたいな印象があったので、個人的な使い方としては ARM 版でスナップドラゴンはめちゃくちゃウェルカムですね。で重さが 686g ですね。いきなりめっちゃ軽い 200g。これは結構ね思い切ったというか、このスペックを持ってこの軽さなのはめちゃ嬉しいですね。っていうのも Surface Go シリーズ前使ってたやつだとやっぱ処理能力がね結構弱くて、写真の編集とか動画編集とかちょっと重めの作業しようとするとしんどかったんですよね。なので結局そういう用途で言うと iPad Pro が一番バランスいいなと思って iPad は使っているんですけど、ちょっとパソコンでやりたい作業が僕の場合はすごい多いんですよね。なんか例えば Notion 一つとってもiPad 版ちょっと使いづらいからパソコンでやりたいなとか、あとYouTube とかね、そういうウェブ上の管理画面を見る、そしてスプレッドシートをいじくるみたいなのも、どっちかっていうと iPad アプリをいろいろ介するよりも PC 上のウェブブラウザで完結した方が楽だなとか、その辺があったりして、軽い PC、富士通の600g 台のめっちゃ軽いやつあったなとか、そういうのねいろいろとこう思いをね巡らせていた中で Surface 12インチっていう持ち運びにかなり最適そうなパソコンが出てきたっていうのが個人的にはね気になってるポイントです。しかも価格帯もだいたい日本でまだ出てないんですけど、アメリカだと11万円ぐらいじゃないかぐらいのね、換算されていたりするので、そのね11万から13万円ぐらいに収まってくれると、結構 MacBook
クエアのシリーズと比べても割とまあ比較しやすいぐらいの価格帯になってくるんですよね。でそれでいてちゃんとねペンとかも、まあ、若干挙動はねiPad ほど快適ではないんですけど、ある程度タッチ操作とかペンでねこう書き込みとかができるんで、その辺のバランスを見ると持ち運び PC としてはすごく Surface 12インチ魅力的なんじゃないかなとは思っています。まあ、結局ねキーボードを装着したら、まあ、それなりに重くなって多分 800g とかそのぐらいになっちゃうんですけど、それでも PC としては軽いし、なんなら僕の場合だと、まあ、どっちかっていうとねこういう自作キーボードと合わせて使いたいなっていうのがあるので、このキーボード部分がない分すごく軽くて、しかもコンパクトに持ち運べそうなんですよね。ちなみにね本体のカラー展開にはプラチナこのシルバーのモデルはあるんですけど、なんかね微妙にこのサーフェスキーボードはバイオレット推しなんですよね。このガムみたいな色かグレーオーシャングリーンかストーングレーっていうプラチナないのっていうねところなんですけども、まあオーシャングリーンは意外と見ようによっては寒色寄りの濃いグレーだったりするから、まあ、これ買ってもいいのか、もしくはもう完全にね自作キーボードと薄い、まあ、マウスとかトラックボールとかでいくのがベストなんじゃないかなとか、その辺のねセットアップをこうモンスターハンターの防具をねこう何合わせるかとか、ミニ四駆とかベイブレードとかどう合わせるとどういう効果があるかみたいなのが、まあ、どうせ好きな生き物なので、まあ、ガジェットもそういう感じでちょっとね欲しいなと思っています。はい、続いては2つ目なんですけど、2つ目はちょっとねニッチかもしれないんですが、これですね。このクリックスっていうトバログもねなんだかんだ愛用している、まあ、キーボード付きケースのこれモトローラレーザー50系のモデルのね、まあこのケースが出るんですよね。というかもう予約販売はしていて、僕ももちろんね、まあ、もうアナウンスされた瞬間に予約済みなんですけども、これはね早く欲しいですね。5月31日に発送予定なんですが、こういうやつです。めっちゃ際物なんですが、結構理にかなってると思いませんか？このスタイル、この折りたたみ携帯の下にバコッとねしっかりともうこのクオーティキーボードが備わっているこの不思議なケースなんですが、めちゃ欲しくないこれっていう。いやなんだかんだねこの iPhone のクリックスキーボードは結構使っていて、かなりねタイピング速度も速くなって割と考えずにね使えるようになってきたんですよね。何に使ってるかっていうと、電車の移動の時に YouTube のね、まあ、こう動画構成みたいなの考えたりとか、あとまあインスタのねなんか投稿したりとか最近よくしてるんですが、そういうのとかで結構使っていて、でこれはねすごい気に入って使ってるんですけど、やっぱ若干ね画面が大きい分重さがこうフロントヘビーになるんですよね。でちょっと持ちづらかったり、打ってるとね親指が下の方で疲れたりとかしていて、まあ折りたたみスマホ向けであったら嬉しいのになっていう話をいろいろとしてたところ、しっかりとね折りたたみスマートフォン向けに出してくれているっていうところで、これは最高だと思います。何がいいのかっていうと、やっぱねこのサイズ感で普段から折りたたんで使えるっていうところですよね。まだ使ってないんで分かんないんですけど、重さがね重量バランスがそんなにフロントヘビーになりすぎないような雰囲気もあるし、かつこれね情報とかウェブサイト閲覧したい時は開いて使えばいいし、でテキストメッセージとかちょっとねメモをするとかだったら畳んだ状態で完結するしっていう、このなんか完成された雰囲気みたいなのがすごく気になっています。早く使いたいこれ。従来のねブラックベリーボールドとかも手元にあるんですが、このサイズ感だからこそこうやってね画面の部分が重くなく、こうやってポチポチと快適に使えてたと思うんですよね。でこれを現代の iPhone にしちゃうとすごい縦長で大きくて、テキストはねすごい打ちやすいんですが、ちょっと重さがあるなみたいなところのいい塩梅を取ったのが、レーザー50との組み合わせで多分このサイズになると思うんですが、ほぼほぼ従来のブラックベリーと同じようなサイズ感になって、テキスト専用機みたいな感じで使えるのが、これまた熱いところですね。
これに関してはね実際に使ってみないとわからないんで、届く予定だからもちろんレビューはする予定なんですけども、現時点で5月31日までの発送で139ドル、日本円にすると2万円近くなるんですかね、関税とかでちょっと高いんですが、レーザー50もね多分新型とか出ればすごい価格もね安く中古とかでも買えるようになると思うので、こういう感じでね持ち歩くとかはすごい楽しみです。これも楽しみガジェット。はい、続いてこれ欲しいなと思っているもの3つ目としてはブークスの Go7 ジェネレーション2です。これはねちょっとなんか欲しいな、こういうの欲しいなと思ってたタイミングで買い替え用にねちょうどなんか発表されたので、これ買おうかなっていうところですかね。これは何かっていうと Android OS をベースとした e インク搭載のタブレット端末っていう感じですね。基本的に電子書籍を読むのが主になるかなと思うんですけども、こういう風にね本物の紙みたいな雰囲気で見えつつ、だけど中身は Android っていうところが以前から人気を博していて、トバログでも何台か紹介させてもらってるんですけど、それのね、Go7 シリーズのこの新しいモデルが出るっていうところで、これちゃんと白が出てくれてるんですよね。なのでちょっと欲しいなっていうところですかね。こういう感じでちゃんとねページ送りのボタンが備わっていて、かつある程度の生活防水というか撥水みたいな水しぶきとかには耐えてくれるようなスペック、そしてこの見た目、そしてバックライト搭載、このデザインいいですよね。ブックスってなんかデザインがすごいおしゃれなんだよな。ちょっとね OS とかには癖はあるんですけど、このねおしゃれな感じで、しかも Kindle とか D マガジン読めたかな、なんかマガジン系のソフトね読めるやつ読めないやつあったと思うんですけど、日経電子版だったりとか、情報をねこういう紙のスタイルで見たいみたいな人にとってはすごいいい選択肢なんですよね。で今手元にあるのは同じくねブークスのリーフ2だったかな、これも4年前とかに出たやつなんですけど、このサイズ感が個人的にはすごいちょうどいいと思ってます。なんかねパームっていうスマートフォンタイプの電子書籍端末もあって、それもねすごい人気だと思うんですけど、本を読んだり漫画を読んだりするのであればアスペクト比的に、それだったらスマホでいいかなっていう感じで、どっちかっていうとやっぱねこの感じのアスペクト比、このサイズ感で読みたいっていうのがあるんですよね。スペックとかはそこまで変わってなかった気がするんですけど、大きな変更点としてはこのね専用のスタイラスペンに対応したみたいですね。ただ正直このねスタイラス自体なんか充電が必要で、おそらく専用のペンだと思うので、僕は汎用性を考えるとこれをね使うことはないなと思うんですけども、一応ペンに対応してこういう簡単なノートが取れるようになったみたいなのがちょっと新しいところみたいですね。こんな感じで Kindle シリーズとは違っていろいろなアプリが使えるところが魅力的かなと思います。でちなみに今回のモデルはカラーとモノクロームの2種類が展開されてるんですけど、僕は圧倒的にモノクローム派ですね。ちょっと前にねなんかカラーのねこういう e インクペーパー使ったんですけど、なんかゲームボーイカラーのような感じで結構サイド浅めで、これカラーである必要あるかなみたいなところも正直ね結構使っていて感じたので、それだったらコントラストがね割と高くて、白黒でね使いやすいカラーじゃないモノクロームを選択しようかなっていうところですね。はい、続いて欲しいなと思ってるガジェット、これもねニッチなんですけども、じゃんとこちらですね。キングジムおなじみのポメラシリーズ DM250 のクリアグリーンなのかな、これクリアモデルの新しい新色が出て、これはちょっとね欲しいなと思っています。はい、こういうやつですね。はいもう欲しいです。このスタイル、いやこれいいよな、この色。なんかただのクリアとかはあんまりねなんか欲しいなっていう物欲そそられなかったんですけども、この海外限定のゲームボーイポケットエクストリームグリーンのようなカラーを展開しているっていうところで、これはもう文句なし欲しいなっていうところです。いやこれいいわ。
いやなんかポメラみたいなああいう専門の特化型デバイス欲しくなっちゃうんですよね。手元にもね実は DM200 かな、これ DM200 っていうこれのね、前のモデルのバージョンと、あとDM30 っていうこの電子ペーパーを搭載したこの折りたたみタイプの、これもロマンあるんですよ。これが手元にあるんですが、DM250 はちょっと欲しいですね。っていうのも、バックライト搭載しているので暗いところでもね、子供寝かしつけながらなんかこうブログというかテキストを書いたり、最近ね本を書いていて結構テキスト欲がすごい高まってるんですけど、そういう時にパソコンみたいについついなんか YouTube のショート見たりとか Twitter 見たりしない、もう専用の端末ちょっと欲しいなみたいな。あとはやっぱカラーですよね。カラー展開に関しては正直、最初からねこういう黒一択だったんですよね、ずっと。で限定カラーで白っていうのが出て欲しいんだけどと思ったら、キーボードがね真っ黒でパンダみたいな白黒モデルだったんですよ。これ真っ白だったら絶対買ってるのにみたいな気はしたんですけど、その辺はねちょっと黒と白黒どっちかっていうと白黒みたいなモデルだったんでちょっと見送っちゃっていて、でクリアもね、欲しいなと思ったんですけど、クリアすぎるのも最近すぎるかなみたいな、なんかトレンドすぎるかなとかでちょっとね見送っちゃったんですが、このクリスタルネオンイエロー、これに関しては本当にゲームボーイポケットのエクストリームグリーンと同じようなね風合いを感じるので、ちょっとねポチってしまいましたね。なんか昔からゲームボーイのこの色すごい憧れてたんですよね。なんか昔フリッカーっていうサイトで What's in your bag っていうコミュニティがあったんですけど、そこでね海外のユーザーがちらほらねこの色のゲームボーイポケットを忍ばせていて、テトリスで遊んだりしてるみたいな画像をね見ちゃってからちょっと欲しかったんですが、なんか結構限定、確かトイザらス限定のカラーですごいプレミア価格になってたんですよね。最近見た価格だとほんと80万円とかそのぐらいになっていて、しかも本物かどうかもなんかちゃんとわからなかったりするから、怖いなと思って変えてないんですけど、ちょっと形と用途は違うんですけど同じような色合いで、そのねポメラっていう実用性があるもので出たから、これはちょっと欲しいなっていう、そこですね。そういうところでちょっと欲しいなっていう感じです。すでにね抽選は終わっちゃってると思うんですけど、買えるかどうかはちょっと運次第というところで、今年欲しいなと思ってるガジェットの一つに挙げてみました。はい、ちょっとね動画を追加で撮っているんですけども、この動画の編集中にこれめっちゃ買わなきゃみたいなのが出てきたのでちょっと紹介していきます。これはねもうほぼねポチっちゃっているんですけども、 X リアルが出している X リアル1っていう AR グラスと X リアル I っていう X リアル1用のカメラモジュールですね。ちょっとねこれはもう X リアル1とセットで購入してしまいましたね。X リアル1っていうのはこういうやつで、いわゆるね AR グラスっていう言い方をしてるんですが、ディスプレイがこの前側に搭載されていて、見た目はね普通のサングラスなんですけど、かけると大きなディスプレイが見える、グラス型ディスプレイみたいなものですかね。実はトバログこの X リアルエアっていう2世代前ぐらいのモデルは持っていて、前にもね動画で紹介してるんですよね。これをねパソコン、本当に小さいポケットに入るぐらいのパソコンとか、あとスマートフォンと組み合わせてどこでも大画面がね楽しめる、どこでも大画面で仕事できるっていうね使い方をしてたんですけど、それからね2世代ぐらい経ってもそこまでスペック的にはね変わらないんですよね。X リアル1は何が変わったかっていうと、画面をねその場にどんなデバイスを使っても固定できるようになっていたり、あとこのグラス側の明るさですね、サングラスのなんかこの光学的に暗さを変えることができて、より画面を鮮明に見えるようになったりっていう機能が備わってるんですが、光学設計がねほとんど変わらないっていうところで、個人的にはねこの X リアルエアで十分かなと思ってたんですよね。一応ねスペックを見ていくとこんな感じですね。基本的にはチップが新しく入りましたよだったりするんですが、光学設計的なところはね、ほぼ同じこのサイズの
有機 EL ディスプレイ使っていて、この視野角も若干4度ぐらい変わったかなみたいな、調光モードが3段階になってるんですけど、これカバーつけたらそんなに必要ないかなとか、解像度もリフレッシュレートも XReal Air からほぼ変わってないんですよね。なんですけど、この動画を撮っている前日にね、この XReal I っていう素晴らしいモジュールが発表されまして、これを見た瞬間、これ買おうと思いましたね。これは何かっていうと、これね、カメラなんですよ。ここになんか端子が備わっていて、こんなちっちゃいカメラで1200万画素撮れて、しかも 1g くらいしかないっていうすごいモジュールなんですけど、でこれをね装着するとこんな感じで、このメガネの真ん中部分にカメラが来るようになるんですね。でそれによって、動画とか写真も撮れるんですが、こんな感じで 6DoF って言って、その場で画面をねここに固定しておくだけじゃなくて、ここに置いたままこうやってね歩いてもここに固定されてる状態、本当にね AR グラスと言っても過言ではないことが、これによってねできるようになるんですよね。でこれね写真とか動画が撮れて、なんか AI に接続して見てるものを教えてくれるとかだったら、まだいいかなみたいなね気持ちになるんですけど、これの発表会の時にこのメザンっていう会社に所属しているヒーさんっていう人がね、XReal I を使って、飲み会とか懇親会とかで顔を見た時に、あの人誰だっけっていうのを顔認証でね教えてくれるみたいな、こういうねプロトタイプを紹介していて、これリアル AR だわみたいな、これちょっとやってみたかったことにすごい近づいてきたなみたいなのがあったので、ちょっとねどんな感じなのか試したくて、購入してしまったっていうところですね。いやまだプロトタイプで本当にね完全に誰々みたいな使えるようになるのはまだまだ先だと思うんですけど、こういうね未来がある使い方、そしてなんかチャット GPT に聞きながらだったら自分もなんかできるんじゃないかみたいな気持ちもありつつ、できなかったとしても画面が固定できるディスプレイ代わりにもね使えて、映画を見たり、仕事をしたり、そういうのがねできるって考えると、これは10万以下でこのセットアップが購入できるのであれば結構いいんじゃないかなと思って、ちょっとね予約注文しているっていうところですね。XReal One 自体はもう Amazon で購入できるんですけど、XReal I のモジュールに関しては予約注文で6月下旬から発送されるみたいです。いやこれはなんか久しぶりにディスプレイだけじゃなく、なんかちょっと1個飛んだなみたいな感じがして、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、で最後にちょっとこれは欲しいぞっていうやつで言うと、これですね。任天堂スイッチ2は安定の欲しさですよね。このビジュアル、ちょっとね本体の色とかは難点ではあるんですけど、やっぱこれでしか遊べないゲームが出てくるっていうところと、あとは今単純にスイッチ使っていても8年ぐらい同じスイッチでずっとねスマブラを何千時間もやってるわけなんですが、そろそろ買い替えたいなみたいな、バッテリー持ち的にもそのタイミングでこのモデルが出てくれたので、本当に欲しいなっていう感じですね。純粋に、スイッチって本当変え難いというか唯一無二のものじゃないですか。なんかパソコンゲームとかだったらパソコンをねいろんなパーツ組み合わせて買ったりとか選択肢あると思うんですけど、スイッチ2に関してはもうスイッチ2しかないんですよね。っていうところで一応ね数千時間オンラインプレイをしているプラス2つのアカウントで課金はしているので、一応ね今回は1つのアカウントで予約抽選をしてみたんですが、見事にね外れております。これに関してはすごい欲しくはあるんですけど、まだね本当に欲しいゲームが出揃ってないっていうところと、スマブラ SP のちょっとね解像度高くなってヌルヌルになった版みたいなスイッチ2エディションみたいなのが出ると思うんですよね。最初にそれをプレイしたいっていう、スマブラやりたいっていうところなんですが、そのためにちょっとスイッチ2は欲しいかなと思っています。いやこれに関しては本当すごいですよね。スペックがどうこうとかそういうのじゃなくて IP1点でめっちゃ欲しいみたいな感じです。であとねこれちょっとやってみたいなっていうのが秘密点ですね。スイッチ2の仕組みとか技術とか、なんか何気なく任天堂が気持ちよく作っている部分の技術的な話とかがされるみたいなので、これはちょっと早くやってみたいなっていうところがあります。
ちなみにね、初回周りの友達みんな、予約というか抽選受付したんですけども、当たった人一人もいませんでした。ドリップの友達とかもみんなね落ちていて、誰かが当たったスイッチ2を触ることもできずに、これ本当になんか年末とかまでに買えるのかなっていう感じなんですが、ちょっとこれはね気長に待ちたい今年のガジェットというかゲーム機なんですけど一つですね。はい、というわけで今回の動画はこんな感じで雑談ベースでお送りしました。ガジェットってどっちかっていうと下半期が主戦場みたいなところがあるので、いろいろとね出ると思うんですけど、なんかどっちかっていうと今までのマイナーアップでプラス AI 対応しましたみたいなところがまだ目玉だと思うので、そこまでね物欲がすごい刺激されるようなガジェット本当に出るのかなっていうのはね、まだちょっと懐疑的なところはあったりします。とは言っても実際に出てみちゃえばこれ欲しいんだけどとかね全然あると思うので、またしばらくそういうガジェットの話とかもしていきたいと思ってます。今年のね上半期買ったものベストバイとかもやると思うので、そういう動画でもねちょっといろいろと触れていきたいですね。というわけで今回の動画は終わりにします。是非気に入っていただけた方、いいねボタン、チャンネル登録、あと皆さんが注目しているガジェットについても教えてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。